こんにちは、ミルです。今日は楽しいいちご狩りについてお話をします。いちご狩りはいちごの収穫体験です。私がよく行くのはいちごを取ってその場で食べるスタイルのいちご狩りです。はい。農園によるんですが、だいたい3、40分食べ放題というところが一般的かなと思います。値段はね、2500円とか3000円とか、ちょっと時期によって変わります。はい。これね、すごい楽しいんですよ。で、いちご狩りの話をすると、よく聞かれるんですが、先生、そのまま食べるんですかって。いちご洗わないでいいんですかって言われるんですけど、そうなんですよ。ビニールハウスの中で、いちごを取って、それをそのまま食べるんです。洗う場所というのはね、ないんですよ。なので、農薬が気になるっていう方にはちょっと辛いかもしれないんですが、そう、私がね、行くところは、いちごは洗って食べないで、そのまま摘んだいちごをね、そのまま食べます。はい。で、いちごの他にいろんなね、果物狩りがあります。ぶどう狩りとか、りんご狩り、桃狩り、さくらんぼ狩りとかね、いろんな果物狩りが楽しめますよ。はい。あとは、もみじ狩りとか、桜狩りという言葉もあります。これは、綺麗なもみじ、紅葉、桜をね、見に行くということです。で、今は、もみじ狩りという言葉は、今も、違う。もみじ狩りという言葉は今もよく使われるんですが、桜狩りという言葉はもうあまり一般的ではないようです。お花見の方が一般的だと思います。はい。ということで、今日はいちごのお話なんですが、いちごね、もう冬からね、1月ぐらいからいちご狩りってもう始まっているんですが、本来いちごは4月から5月が旬の果物だそうです。だけど、日本人ね、クリスマスケーキを食べるんですよね。食べる人がとても多くて。で、そのクリスマスケーキというのが、いちごと生クリームのショートケーキなんですよ。なので、クリスマスにね、こう、いちごをいっぱい仕入れたいんですね。なので、それに合わせて、ハウス栽培、ビニールハウスでね、ハウス栽培をしたりして、冬にね、間に合うように作るようにしたそうです。だから今はもうね、1月ぐらいからいちご狩りも楽しめますし、もうね、冬からいちごがスーパーに並んだりするようです。はい。で、楽しいね、いちご狩りなんですが、いくつかルールがあります。農園によってもちろん違うと思うんですけど、私がね、よく行くところは、まず、お店のね、農園のカウンターに行って、じゃあ、何人ですって言ってね、一人いくらっていうお金を払います。そうすると、カップがもらえるんです。プラスチックとかね、紙のね。で、そこに食べたいちごのヘタを入れるんです。ヘタというのは緑の葉っぱのところですよ。いちごを食べるとヘタの部分が残りますよね。それをポイって捨てるんじゃなくて、もらったカップの中に入れるんです。で、カップがヘタでいっぱいになったら、そのハウスのね、中にある大きなゴミ箱にポイッと入れます。はい。あとね、練乳がもらえる農園と、練乳をつけてね、食べたい人は自分で持ってきてくださいっていう農園があるみたいです。はい。それから、取ったいちごはちゃんと食べましょう。これね、当たり前のことだと思うんですが、甘いところだけ食べて、あとはね、捨てちゃう人がいるんですって。そう、なのでそういうことはね、しないで、取ったいちごはきれいに食べましょうと。で、いちごね、先端が一番甘いんですよね。ヘタの部分が一番上だとすると、その一番下の細い部分ね、先の部分。先端がね、甘いんですよ。なので、一口でね、食べるんだったらいいんですけど、もしね、一口でお口に入らないんだったら、最初にヘタの部分を食べて、最後に先端を食べると、わあ、甘いって楽しむことができます。はい。あとはね、食べ放題なんですが、いちごの持ち出しは禁止です。ハウス内でね、いちごを取って、その場で食べないで、
カバンに入れて外に持ってってお家に持って帰るっていうのはできないんです。お持ち帰り用のいちごと食べ放題のいちごは別なんですね。なので、いちごを持ち出しはできませんっていうルールが多分ほとんど多くの農園であると思います。で、そのためにね、コートとかカバンを持ち込んではいけませんっていうところがね、多いです。そう、なんかね、カバンの中とかね、ポケットの中に入れて持って帰っちゃう人がいるらしいんですよ。そう。なので、そういうのが禁止になってます。で、そもそもね、ビニールハウスの中ってすごくあったかいんですよ。いちごね、さっき話しましたが、4月5月が旬の果物なので、あんまり寒いといちごはできないらしいんですよ。なんでね、こうハウスの中あったかくしてるんで、もうね、コート着てたら暑くて汗かいてしまうので、まずね、もう暑いからコートは脱いで、カバンはロッカーに入れて鍵を閉めて、それで、ビニールハウスの中に入るっていう感じですね。あとはね、いちご柔らかいんで、ぶつかるといちごが潰れちゃうんですね。で、その時に、そのカバンとかね、コートにくっついたらカバンコートが汚れてしまうので、そういうのを防ぐためにも、中にはカバンとかね、コートは持って入らないようにしてくださいって言っているところが多いようです。あとは、いちごのね、取り方も説明してくれます。ハサミで切るところと、あとはね、自分の手で取るところと、いろいろあるんですけど、ハサミの場合はね、いちごのどこを切ってくださいとか、手で摘む場合は、この指を使ってこうやって取ってくださいとかね、こう細かく説明してくれます。はい。それから、最近は、三脚を使った撮影禁止とかあるみたいですよ。SNS にね、投稿するために、なんかこう、三脚を使って撮る人がいるらしいんですよ。そのいちごの農園の中でね、踊ったり、なんかすごい撮影をする人がいるみたいで、いろんなね、お客さんいっぱい入るんで、すごく危ないですしね、いちごも潰れちゃうし、そもそもね、食べるためのところですから、そういう撮影は禁止ですよってしているところもあるみたいです。はい。で、いちご狩り、いちごの苗が、こう、ずらーっとこう列になっているんですね。ここの一列はこの品種です。隣の列はこの品種です。っていう感じで、こう、いろんな品種があるんです。なので、ちょっとずつ食べてね、好きな品種を探してみるのもすごく楽しいですね。はい。ということで、みんなでルールを守って楽しくいちご狩りをしようっていうことですね。すごく楽しいですよ。はい。皆さんも機会があったら行ってみてください。ということで、今日はいちご狩りのお話でした。そう、一つ言うの忘れました。いちご狩りの後の注意点が一つあります。大事なことです。それは、トイレがものすごく近くなることです。いちごね、楽しくて美味しくて嬉しくて、いっぱい食べるんですよ。で、私の母はね、60個ぐらい、この間食べたんですけど、そう、数えるんですよ。あのね、ヘタを、カップにヘタを入れますよね。で、ジャって捨てるんじゃなくて、何個食べたって言って数えたんですよ。そしたら、私の母がね、60個近く食べてて、で、そう、それぐらいね、女性の中でもね、それぐらい食べれるんですけど、でもね、その後が大変なんですよ。いつもね、車で行くんですけど、途中でね、本当にトイレ休憩ばっかりです。いちごってほとんど水分ですから、の、30分、40分食べてね、わあ、お腹いっぱいってなってもほとんど水分なんですよね。なんで、じゃあね、車乗ってね、帰ろうかって言うとね、もうね、トイレって言って近くのコンビニにトイレを借りに入って、それで、またね、こうまた車走って、またコンビニ見えると、トイレ借りるって言ってまたトイレを借りてっていうのをかなり繰り返します。なので、トイレ、すごく近くなるので、気をつけてください。はい。でも楽しいですよ。じゃあ、本当にここで終わります。じゃあ、バイバイ。
こんにちは、ミルです。今日は楽しいいちご狩りについてお話をします。いちご狩りはいちごの収穫体験です。私がよく行くのは、いちごを取ってその場で食べるスタイルのいちご狩りです。はい。農園によるんですが、だいたい3、40分食べ放題というところが一般的かなと思います。値段はね、2500円とか3000円とか、ちょっと時期によって変わります。はい。これね、すごい楽しいんですよ。で、いちご狩りの話をすると、よく聞かれるんですが、先生、そのまま食べるんですかって。いちごを洗わないでいいんですかって言われるんですけど、そうなんですよ。ビニールハウスの中で、いちごを取って、それをそのまま食べるんです。洗う場所というのはね、ないんですよ。なので、農薬が気になるっていう方にはちょっと辛いかもしれないんですが、そう、私がね、行くところは、いちごは洗って食べないで、そのまま摘んだいちごをね、そのまま食べます。はい。で、いちごの他にいろんなね、果物狩りがあります。ぶどう狩りとか、りんご狩り、桃狩り、さくらんぼ狩りとかね、いろんな果物狩りが楽しめますよ。はい。あとは、もみじ狩りとか、桜狩りという言葉もあります。これは、綺麗なもみじ、紅葉、桜をね、見に行くということです。で、今は、もみじ狩りという言葉は、今も、違う。もみじ狩りという言葉は今もよく使われるんですが、桜狩りという言葉はもうあまり一般的ではないようです。お花見の方が一般的だと思います。はい。ということで、今日はいちごのお話なんですが、いちごね、もう冬からね、1月ぐらいからいちご狩りってもう始まっているんですが、本来いちごは4月から5月が旬の果物だそうです。だけど、日本人ね、クリスマスケーキを食べるんですよね。食べる人がとても多くて。で、そのクリスマスケーキというのが、いちごと生クリームのショートケーキなんですよ。なので、クリスマスにね、いちごをいっぱい仕入れたいんですね。なので、それに合わせて、ハウス栽培、ビニールハウスでね、ハウス栽培をしたりして、冬にね、間に合うように作るようにしたそうです。だから今はもうね、1月ぐらいからいちご狩りも楽しめますし、もうね、冬からいちごがスーパーに並んだりするようです。はい。で、楽しいね、いちご狩りなんですが、いくつかルールがあります。農園によってもちろん違うと思うんですけど、私がね、よく行くところは、まず、お店のね、農園のカウンターに行って、じゃあ、何人ですって言ってね、一人いくらっていうお金を払います。そうすると、カップがもらえるんです。プラスチックとかね、紙のね。で、そこに食べたいちごのヘタを入れるんです。ヘタというのは緑の葉っぱのところですよ。いちごを食べるとヘタの部分が残りますよね。それをポイって捨てるんじゃなくて、もらったカップの中に入れるんです。で、カップがヘタでいっぱいになったら、そのハウスのね、中にある大きなゴミ箱にポイッと入れます。はい。あとね、練乳がもらえる農園と、練乳をつけてね、食べたい人は自分で持ってきてくださいっていう農園があるみたいです。はい。それから、取ったいちごはちゃんと食べましょう。これね、当たり前のことだと思うんですが、甘いところだけ食べて、あとはね、捨てちゃう人がいるんですって。そう、なのでそういうことはね、しないで、取ったいちごはきれいに食べましょうと。で、いちごね、先端が一番甘いんですよね。ヘタの部分が一番上だとすると、その一番下の細い部分ね、先の部分。先端がね、甘いんですよ。なので、一口でね、食べるんだったらいいんですけど、もしね、一口でお口に入らないんだったら、最初にヘタの部分を食べて、最後に先端を食べると、わあ、甘いって楽しむことができます。はい。あとはね、食べ放題なんですが、いちごの持ち出しは禁止です。ハウス内でね、いちごを取って、その場で食べないで
カバンに入れて外に持って行ってお家に持って帰るっていうのはできないんです。お持ち帰り用のいちごと食べ放題のいちごは別なんですね。なので、いちごを持ち出しはできませんっていうルールが多分ほとんど多くの農園であると思います。で、そのためにね、コートとかカバンを持ち込んではいけませんっていうところがね、多いです。そう、なんかね、カバンの中とかね、ポケットの中に入れて持って帰っちゃう人がいるらしいんですよ。そう。なので、そういうのが禁止になってます。で、そもそもね、ビニールハウスの中ってすごくあったかいんですよ。いちごね、さっき話しましたが、4月5月が旬の果物なので、あんまり寒いといちごはできないらしいんですよ。なんでね、こうハウスの中あったかくしてるんで、もうね、コート着てたら暑くて汗かいてしまうので、まずね、もう暑いからコートは脱いで、カバンはロッカーに入れて鍵を閉めて、それで、ビニールハウスの中に入るっていう感じですね。あとはね、いちご柔らかいんで、ぶつかるといちごが潰れちゃうんですね。で、その時に、そのカバンとかね、コートにくっついたら、こう、カバンコートが汚れてしまうので、そういうのを防ぐためにも、中にはカバンとかね、コートは持って入らないようにしてくださいって言っているところが多いようです。あとは、いちごのね、取り方も説明してくれます。ハサミで切るところと、あとはね、自分の手で取るところと、いろいろあるんですけど、ハサミの場合はね、いちごのどこを切ってくださいとか、手で摘む場合は、この指を使ってこうやって取ってくださいとかね、こう細かく説明してくれます。はい。それから、最近は、三脚を使った撮影禁止とかあるみたいですよ。SNS にね、投稿するために、なんかこう、三脚を使って撮る人がいるらしいんですよ。そのいちごの農園の中でね、踊ったり、なんかすごい撮影をする人がいるみたいで、いろんなね、お客さんいっぱい入るんで、すごく危ないですしね、いちごも潰れちゃうし、そもそもね、食べるためのところですから、そういう撮影は禁止ですよってしているところもあるみたいです。はい。で、いちご狩り、いちごの苗が、こう、ずらーっとこう列になっているんですね。ここの一列はこの品種です。隣の列はこの品種です。っていう感じで、こう、いろんな品種があるんです。なので、ちょっとずつ食べてね、好きな品種を探してみるのもすごく楽しいですね。はい。ということで、みんなでルールを守って楽しくいちご狩りをしようっていうことですね。すごく楽しいですよ。はい。皆さんも機会があったら行ってみてください。ということで、今日はいちご狩りのお話でした。そう、一つ言うの忘れました。いちご狩りの後の注意点が一つあります。大事なことです。それは、トイレがものすごく近くなることです。いちごね、楽しくて美味しくて嬉しくて、いっぱい食べるんですよ。で、私の母はね、60個ぐらい、この間食べたんですけど、そう、数えるんですよ。あのね、ヘタを、カップにヘタを入れますよね。で、ジャって捨てるんじゃなくて、何個食べたって言って数えたんですよ。そしたら、私の母がね、60個近く食べてて、で、そう、それぐらいね、女性の中でもね、それぐらい食べれるんですけど、でもね、その後が大変なんですよ。いつもね、車で行くんですけど、途中でね、本当にトイレ休憩ばっかりです。いちごってほとんど水分ですから、の、30分、40分食べてね、わあ、お腹いっぱいってなってもほとんど水分なんですよね。なんで、じゃあね、車乗ってね、帰ろうかって言うとね、もうね、トイレって言って近くのコンビニにトイレを借りに入って、それで、またね、こうまた車走って、またコンビニ見えると、トイレ借りるって言ってまたトイレを借りてっていうのをかなり繰り返します。なので、トイレ、すごく近くなるので、気をつけてください。はい。でも楽しいですよ。じゃあ、本当にここで終わります。じゃあ、バイバイ。